皆さんは自然が好きですか？万物は絶対的です。つまり自然は堕落していません。自然が私たちの前に見せる姿は、それ自体で神様の創造理想の繁栄です。自然や被造物を愛する人は、その背後に連続的な力が作用していることを理解し、それを可能にする聖なる存在がいるという結論に至るのです。皆さんがもしアラスカで船を走らせる船長だとすれば、いつでも死ぬ可能性があります。来る日も来る日も死と向き合っている人は、自分がいつかは死ぬしかない存在だということをはっきりと悟っています。その中で意味を見出すことができる唯一の道は霊性です。自然を愛し、経験し、自然と授受作用する人の中には無神論者はいません。一方、自然の中に入って皆さんが真実に行動しなければ事故に遭いやすいのです。なぜなら自然界はとても重的だからです。曖昧な部分はないのです。45キロから100キログラムにしかならない人間が、締まった筋肉を持った400キロから700キログラムの動物を主観できる理由は、動物が人間の主体性を認めるためです。これは単に肉体的に悟るのではありません。人が近づいて馬を鞭打ってできることではありません。人間から出る雰囲気、霊魂、あるいはその行動から認識するのです。三大祝福について考えてみてください。神様は個性完成、子女繁殖、万物主観という3つの祝福を与えたかったのです。もしこの世の中が誠の男性と誠の女性によって始まっていたら、万物は人間の対象の位置に立ち、人間にはべらなければなりません。なぜならそれが重的秩序だからです。私が自然に戻れば、自然は死体をしたい、飢え乾いているのを感じます。彼らは自分を主観してくれる、興味を示してくれる主体者を切望しているのです。山に登ってある特定の動物を追い求めるとき、何日も影も見ることができないことが何回もありました。しかし絶えず自分自身と戦います。なぜ自分はこんなことをしているのだろうと。肉体的にも精神的にも、あるいは霊的にも弱くなります。しかしすべては内的条件を立てるための過程なのです。それを耐え抜くことができれば、その次には自然が自ら皆さんに贈り物をくれます。この贈り物は単に私の能力や肉体的努力のゆえに得られるのではなく、むしろ自分が万物を主観するある永遠な力につながることによって与えられるのです。そのような希代を作ることにより、万物が私に祝福を返してくれるのです。つまり自然と私が一つになるということです。摂理は皆さんが気づこうが気づくまいが、野生の馬のように動きます。野生の馬に乗ろうとすれば、その馬に乗る乗り方を知らなければなりません。それは一方的に統制したり、自分だけの意思や人格で調節することはできません。その代わり、その馬と一つになり、その上に乗らなければならないのです。同じように
神様の摂理がどのように進んでいくのかを理解して、そこに乗ることができる私たちとならなければなりません。すなわち、そこに合わせて進んでいかなければならないのです。そうすれば、とてつもない祝福が起こり始めるのです。